右の肺に影がある。全く自覚症状もなくって、すぐに CT を取りましょうということで、画像がそこにくっきり2センチぐらいの、この感じだと肺がんだなって。最初良性で、胃の粘膜下腫瘍だったんですね。手術をして取ったらジストっていう悪性腫瘍だった。はい、それではですね、キャンサーペアレンツさんとがんノートのコラボ企画、大阪という形でスタートしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ですね、今回ですね、がんノート、今大阪に来させていただいてですね、イベントをさせていただくんですけど、まず私、MC を務めます岸田と申します。25歳と27歳の時に肺細胞腫瘍という珍しいがんになりましてですね、その時にいろんな医療情報は医療者に聞いたら教えてくれるんですけれども、それ以外の生活側の情報ですね、そういったところっていうのはまだまだ少ないなということで、患者さんに聞いたら結構いろいろ教えてくれると。そういったところが、みんなと一緒にシェアしたらいいやんということを思ってですね、がんノートというものを、2014年からスタートして、12年目になっております。はい。これがね、ちょっとスラスラ言えるようになったのが、ちょっとだけ成長したところでございます。はい。そんな中でですね、はい、今日の企画なんですけれども、企画紹介といたしまして、YouTube 見てくださっている方はですね、ちょっと初めて見るかもしれませんので、今日、キャンサーベアレンツさん10周年記念ということで、感謝の集いということで、大阪でちょっと今開催している、その、イベントの様子を撮影させていただいております。そして今日のゲストですね、お二方にゲストを来ていただいておりますけれども、まずですね、松本さん。はい。松本さん、簡単に自己紹介お願いできますでしょうか。松本美幸と申します。鳥取県から今日は来ています。私は2017年の6月、ちょうど9年前ぐらいに、肺腺がんのステージ4の告知を受けました。っていうところで、子供は2人います。ちなみに15歳離れている子供だったので、下の子は小学校4年生の時に告知を受けました。はい、ありがとうございます。肺がんの経験者さんということですね。松本さん。はい、鳥取の米子ですよね。そうです。はい、から来てくださっております。はい。そしてもう一人のゲストがですね、土橋さんでございます。土橋さんはね、がんノートにも出てくださったことあるかと思いますけど、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。はい。今日は和歌山県の木の香市というところから来ました、土橋です。2014年、2月ですね。ジストの告知を受けました。最初良性での腫瘍やと思って手術したんですけど、実は術後にジストが確定しました。当時子供は中学1年生と高校1年生で、一番お金がかかるときに一番お金のかかる治療を、しなければならないって、そういう状況でした。よろしくお願いします。はい、土屋さんね、趣味がポイ活ということでですね。はい。何のポイントを集められてるんですかね。今ですか？今は某鉄道会社のポイントですね。鉄道会社のポイント。ちょっと前はね、航空会社の。いろいろやっていたけれども。旅行って書いてあるのね、趣味ね。はい。そんなポイ活をされている、はい。土屋さんでございます。そんなお二人のですね、ちょっと前半は闘病経験談をちょっとお伺いをしていきたいと思いますので、松本さんやね、土屋さんがどのような経験をされてきたのか、ちょっと振り返らせてください。まず松本さんの、癌を、分かっていくようなきっかけ。肺がんということなので、検診に引っかかったのか、どうやって癌が分かっていったんでしょうか。はい。毎年私、病院で勤務してるんですけど、看護師として勤務してるんですけど、毎年4月に、胸のレントゲン写真撮るんですけど、そこで初めて、異常が見つかったっていうところで指摘を受けて、そこから検査を始めたっていう感じですね。じゃあその前の年は何も問題なかった？そうです。1年前は何も問題なかったです。そしてじゃあその年に、ちょっと影があるんじゃないかみたいな感じで。そうですね。影があるって、右の肺に影があるっていうことで、異常があったので、精密検査を受けてくださいっていうふうに、はい、返事が来ました。はい。そして精密検査を受けられに行く。そうですね。自分の病院でまず、レントゲンをもう一回取り直しました。取り直して、やっぱり影はありました？実は取り直したら、影はちょっと縮小したというか、影が少なくなってたんです。その時、検診で取った時より。で、全く
自覚症状もなくって、たまたま検診最初取った時は、ちょっと風邪をひいたところで取ったので、はいはい。呼吸器内科の先生も肺炎だったかなっていうところで影も少なくなってるので、もう少し様子見ましょうっていう話に一回なりました。そうなんですね。はい。じゃあ様子を見ましょうっていう形になって、どれぐらい様子を見ていったんでしょう？そこから、4週間後にでもまだ影が残ってるので、もう4週間後にもう一回検査しましょうっていう話になったんです。約1ヶ月後、じゃあ、もう一度レントゲン取ってみた。はい。取ってみたら、1ヶ月前と4週間前と全く変わりがないので、さすがにこれはおかしいというところで、すぐに CT を取りましょうということで、CT 室にすぐ行きました。そして CT を取ってみたら、それがちょっと悪いもんじゃないかって分かってくるんですか？そうですね。CT 室を出て、すぐ、診察室に私も戻ったんですけど、戻ったら画像が映し出されていて、そこに、くっきり2センチぐらいのものがはっきりわかるのがあって、自分で先生に言われる前に、この感じだと肺がんだなって自分でちょっと思いました。もうそのくっきりあるのが、これもうがんじゃないかっていうことでも分かって、そしてもう診察室で先生に自分から、先生の方も、肺がんを疑うので、あさって大学病院に診察に自分の外来に来てというふうに言われました。あさってというと、自分の病院で CT とか取ってたんですよね？そうです。たまたま見てもらってた呼吸器内科の先生って、大学病院からうちの病院に勤務してるところに派遣して、そういうことですね。来ていただいてたので、でももう、専門は肺がんとかそういう呼吸器内科専門なので、自分が外来やってるので、すぐ来てくださいと。そして、あさってすぐ行って、はい。そして診察を受けていく。はい。受けて、その日できる限りの診察を準備とか検査準備をすべて先生していただいてたので、はい。全部検査受けていきまして、で、その後、もう、そこからすぐ入院とかなっていくんですか？そうですね。そこで、気管支鏡の検査だけはその日できなかったんですけど、それ以外はして、一応そのところで、肺がんのステージ4ですって。はい。ステージ4ってことは、右肺だけじゃなかったんですか？右肺で、もうその時に胸膜播種をしていて、胸水も溜まっていて、なので。めっちゃ辛くなかったですか？いや、言われた瞬間に、私はもう死ぬんだって思いました。肺がんの治療が、治療過程とか、専門が、がんのことを仕事としてはいなかったんですけど、一応知識としてはあるので、私は死ぬんだなってちょっと思いましたね。水が溜まってるって結構なんか、ぜいぜいははしてるようなイメージがあるんですけど、そうじゃなかったんです。まだその時には、受けた時には、溜まってるのは自分が見ても分かったんですけど、まだそこまで自覚症状はなかったですね。そうなんですね。自覚症状なく、で、それで願告視されてもうダメなんじゃないかということを思っていき、そこからもうすぐ、もう治療入らないとですよね。そこから一応その後すぐに組織検査をしてもらって、結果が出てから治療を始めるっていう感じだったので、本当に検査結果出るのが3、4週間待って。そっからまた待たないといけないですね。検査、遺伝子変異があるかどうかっていうところを見てから治療方法を決めるっていうことだったので、待ってる間は非常に辛かったですね。そうですよね。体調もね、だんだん悪化は。そうですね。待ってる間に、毎週レントゲン取るんですけど、胸数が増えていくことと、最初は自覚症状がなかったのが、少しずつ咳が出たきたりしとりて、もう入院直前は結構、ベッドでフラットに寝ると苦しくなってましたね。そうなんですね。じゃあそういった中でね、4週間後、ようやく遺伝子の結果が出てきましたとなったらどうなっていったんでしょう？で、ある苦行性の遺伝子肺がんっていう遺伝子変異が見つかって、先生から、すごくいい薬があるので、入院は2週間ぐらいだけど、めっちゃ暇だよっていうことと、仕事もできるよっていう話を、先生がすぐ言われました。
そうですよ。先生もだって看護師ってこともちろん知ってますもんね。はい、そう。仕事もできるよと。ほう。その後、その治療だったりとかお仕事でどうなっていくんでしょ2週間、本当に2週間入院で副作用がないかどうかっていうチェックをするために2週間だったんですけど、飲み始めて4か5日のところで見えていた、レントゲンで見ていた、私がでもわかる腫瘍がどんどんちっちゃくなっているのがすごくわかって、退院する頃には少し胸水も減っていて、いや、なんかすごい、効果があるなっていうのはすごい実感したので、で、2週間入院して、1週間自宅療養して、仕事復帰しました。早くないですか？すごいですね。そうですね。なぜかっていうと、はい子供、小学校4年生で、上はもう成人してたので、うんうんいいんですけど、小学校4年生なので、うんうんこの薬がずっと効くっていうところはないかもしれなくて、やっぱり耐性ができたり、そうか。二次治療、三次治療行くとか、いろいろ転移のこともあるので、お金貯めとかないと子供育てられないなと思う。そっか。はい、でした。だからもうすぐ仕事復帰しようはい、ということで、はい仕事復帰されて、はい。結構大変、なんかその体力的なところとか、お薬との副作用との兼ね合いとか、そういったところ大丈夫だったんですか？そうですね。体力はやっぱり少し落ちていたので、8時間勤務すると疲れるなっていうのはちょっとはありました。ただ、抗がん剤のただ、8時間勤務したらみんな疲れると思いますね。それは。だって看護師立ち仕事ですしね。はい、そうですね。全然疲れると思います、それは。すいません。いえただ、副作用は、どっちかというと食事の味覚障害とか、便秘ぐらいだったので、大きいところだったので、最初の頃は。ちょっと大好きな果物が食べれなくなったというか、苦くてその頃は食べれなかったっていうのはあるんですけど、それでも8時間勤務するぐらいの体力はどうにか、はい、残ってましたね。そうなんですね。もうじゃあそこからは、もう勤務しながら、ずっと、治療は、今治療中って書いてますもんね。そうですね。奇跡的なのか、私に薬がぴったり合っていて、最初のファーストラインの薬をずっと飲み続けてます。だってもう、口が48歳のところで今が57歳、もう10年弱は。はい、9年。はい。 9年ちなみに言うと、はい。明日が私が自分で見て肺がんだなって思った日です。おー、これは拍手していいのか悪いのか。なんか、そうじゃない。なんかどう難しいですね。そうです。なんかそう、分かっていいのか。そうなんですね。そうです。いや、そこから、じゃあそのお薬をずっと飲み続けて、どれぐらいの周期で飲み続けるんですか？毎日。毎日飲むやつなんですね。毎日1日2回飲むパターンで、1回だけちょっと副作用で肝機能障害が出て、1ヶ月ぐらい飲まなかった時期があるんです。飲めなくなっちゃって。で、飲めなくなった3日後には、例えば大好きな桃だったり果物が美味しく食べれるようになったんですよ。3日目に。よかった。よかったんですけど、その瞬間に体の中から薬の作用が抜けたんだって思ったら、自分の中ですごい不安になって、せっかく腫瘍が縮小して効果があるのに、飲まなかったらまた増大するんじゃないかなってすっごい不安になって、その不安がなくなって、また飲めるようになって、半分の量から飲み始めて、結局元の量に戻ったんですけど、そうなった後には、やっぱりちょっと味覚障害があっても、何でも食べようって思いました。そうなんですね。はい。何でも食べて、果物もちょっと苦いけど。そうですね。とりあえずチャレンジはしてみようと思って、はい。そっか。今も味覚障害続いてるんですか？どうなんですか？柑橘類、みかんとかオレンジだけはさすがに結構苦くて、ちょっとこれは一口は、でも大好きなものなので、一口は食べて、苦いと思ったらもうやめて子供たちに食べてくださいって渡してます。そうなんですね。そっか。はい。それはやっぱずっとそれだけは続いてますね。毎日飲まないといけなかったら、
結構、まあ、忘れることとかないんですか？仕事中に何回か忘れたことがあります。では仕事ね。そっかそっか。けどそれでもまあ、ずっと飲み続けても別に、体調に変化ないって言い方変ですけど、癌的には変化ない。大丈夫そうですね。若干ね、血液検査すると数値はあったりする。変動があったりするんですけど、癌の方はもう本当に縮小していて、CT 画像じゃないとわからない状況がずっと維持できているので、すごい。いい状態。はい。そうです。すごい。一応、あるっちゃあるんですね。その CT でしか見えないようなちっちゃいやつが。ちっちゃいやつが。ただお薬でずっとはい、そうです。抑えてられているっていう風な、すごいですね。そうです。薬に感謝してます。そうですね。いや、本当ありがとうございます。はい。こういったね、松本さんのね、今経験談っていった形でございました。で、それではですね、ちょっとツッチーさん、じゃあちょっと癌の経験談、どのように癌が分かっていったのか、ちょっとお願いできますか？はい。私2013年ですね、会社の健康診断で、イノバリウム検査。はい。その時に、なんかあるなっていうのを、いつものバリウム検査ずっと35歳からずっと毎年受けてて、その年だけなぜかぐるぐる回されるっていう。いつもと違うぞっていうのが違和感あって、これはなんかある。ぐるぐる回されるってタイムショックみたいなのそう。もう、体をこうスイッチもぐるぐる回って。なんか、もう、こう、8の字とか。多分中でね、回してる。回して見てるでしょうね。で、それで、いつもと違う、これなんかあるなと思ったら、やっぱりご指摘がありまして、胃の外側に腫瘍があるっていうの。胃の粘膜下腫瘍だったんですね、結局。診断は最初良性で。で、まあ、それはね、今通ってる病院、地元の病院なんですけど、胃カメラで精密検査をやったところ、まあ、良性やということで、6ヶ月後にもう一回見ましょうかっていう経過観察になったんですけど、その6ヶ月後ですね、またちょっと変わってはないんだけど、これ以上大きくなってきたら悪性の可能性ありますっていうふうに言われて、で、その悪性っていう言葉がすっごい残って、で、悩んで1週間後、主治医のところに、先生、手術でこの腫瘍を取ってくださいっていうふうにお願いして、実際に手術をして取ったらジストっていう悪性腫瘍だったっていうパターンですね。悩んで自分から言っていったんですね。自分から、なんかスッキリしたいなっていうか。だから最初はなんかジストっていうのを分からず、まあ腫瘍が、その胃の粘膜のところにって言ったところで、思ってそれでやっていくわけですよね。そう、6ヶ月あった間にやっぱり調べますよね、ネットでね。で、胃の粘膜下腫瘍っていうのを調べていくと、ジストってやっぱり出てくるんですよ。で、頭の片隅にずっと残ったまま、ずっとその6ヶ月後ですね。翌2014年1月の診察、胃カメラの検査の後に、もう先生じゃあ手術で、悪性やったら嫌やからって。良性ですよ。良性で切るって言った。良性でって言われてるにもかかわらず、ちょっと怖いからっていうので切っていった。だからそれがなかったら、この場には土図はいなかったでしょうね。結構悪性度が高かったんで、確かにステージは実質の場合ないんですね。あまり言わない。ただハイリスクっていうものになって。なんか細胞のね、増殖するスピードが、って言われて、その時も、主治医の先生も実は何か違和感あったみたいだったんで、だから先生も、じゃあ取るかって、後から聞いた話ですよ。先生も、やっぱりそういうふうに違和感があったみたいです。じゃあ取っていって、じゃあ検査してみたらジストっていうの分かっていきます。そしたらもう先生たち大慌てじゃないですか。そうですね。先生でいう中の大慌てというよりか、周りの看護師さんたちって普通の田舎の総合病院なんで、がん患者いないんですよ。ほぼいない。大学病院紹介されるんで、普通はね。がんだったらね。僕も一応紹介されたんですけど、いや、もうここでいいですっていうふうに、手術の時に一応、そうなんですね。そういうお話はあったんですけど、いや、僕もここでいいです。良性だし、みたいな。っていうのもあって。で、がんということを分かっていきました。その後どうなっていくんでしょう？結局、分子標的薬の治療になるんですけど、僕も松本さんと同じ2週間の入院で、退院後1週間で
職場復帰っていう、全く同じようなことをしてるんですけど。そうなんですね。まあ僕は回復手術やってますけど。はい。で手術して、そして薬物療法とも書かれてますが、はい。お薬も飲んで。はい。12年と、4ヶ月ぐらいちょうど毎日。僕は忘れてないんです。毎日。はい。仕事でやっても忘れずに飲んでます。忘れない工夫とかあるんですか？僕ですか？朝飲む。朝飲む。うん、そこで忘れたら昼飲む。昼で忘れたら夜飲むじゃん。僕、1日1回4錠なんで。けどなんかこのね、旅行行った時とかなんか、持っていくの忘れたとかそういうのないんですね。ないですね。すごい。結構前の日に、厳重に準備しますね。準備して。はい。さすがですね。そんな中で治療中、大変だったこととか、辛かったこととか、そういうのはないんですか？副作用って、分子標的薬ってね、いい薬なんで、見た目が、そんなに変化がない。そういうところに周りから理解されにくいっていうのがあって、むくんで皮パンパンの時はさすがにね、言われますし、それ以外の時って意外と副作用って見えない副作用多いんですよね。倦怠感、疲労感とか。で、吐き気とか。吐き気って言ってもね、出てしまわないんで。そういう気持ち悪さっていうのがあるんで、それがなかなかね、理解されづらいというのがちょっと大変だけど、それ以外に大変とか辛いというのは大丈夫なんですね。そうですね。意外と体調いい時はあるんですけど。手術って胃を切ってるんですか？胃を切ってます。はい。全摘？いや、僕は10分の1ぐらい。腫瘍自体は3センチぐらい小さかったので。じゃあ、食べ物とかも普段通り食べれてる？今は食べれてますね。味覚障害とかもないんで。そうなんですね。好きなものは食べて。飲んでいるお薬の影響でその柑橘系がダメとかそういうのはないんですね。グレープフルーツぐらいですね。グレープフルーツはダメ。は、副作用が強く出てしまうって、大体抗がん剤治療で言われてますよね。ダメ。それぐらいですね。グレープフルーツだけ食べないようにしてると。そうですね。うっかり何かに入ってて飲んでしまった時はもうすごく気分悪になりますね。一回だけ、地元でご飯食べに行った時に、何かに入ってたっていう、すごくその日一日気分悪だ。気分悪くなるんですね。はい。効きすぎたら。効きすぎるんですよね。そうですね。っていうのがあってっていう風なことで、もう仕事も、普段通りも。そうですね。当時は、今またちょっと会社が変わったんで、産業医の判断で、今までの業務できないっていうことがあって。そういうことあるんですか？なんか、はい。一応副作用的には。そうなんですね。今まであれですよね。電車の運転手をしてましたね。そうですね。それが、会社が変わって、今は、事務的な作業っていうか、事務職をされているというふうなところで、産業医の判断でっていうのは、やっぱそれはお薬飲んでたりとかしてるから、みたいな。そうですね。それは、で、自分自身も、会社が変わったら一から説明しなきゃならなくなって。そうなんですね。メンバーも変わっちゃうのですね。そうですね。管轄が変わってしまうんで。っていうことは産業医も変わってしまうんで。一から説明しに行ったところ、だったらちょっと厳しいよねってなったってことなんですね。そっか、そういう会社が変わるとその説明も大変なんですね。大変ですね。会社というかもう部署とか移動があったら多分特に大変じゃないかなって。毎回ね。そっかそっか。はい。ただ今はなので運転手ではなくて会社の仕事の方をされているというふうなことですね。ありがとうございます。はい。そんなね今日のお二人からちょっと今回のメインテーマであるキャンサーペアレンツさんのね、トーク、どんなことがあって、どういうことが良くてっていう風ないろんな話をね、ちょっとお伺いしていきたいなということを思います。はい。まず、キャンサーペアレンツさん、CP とちょっと訳させていただいておりますけど、CP を知ったきっかけを、ちょっとお二人からお伺いしていきたいなということを思います。キャンサーペアレンツを知ったきっかけ、こちら松本さん、何でキャンサーペアレンツさんをまず知りましたか？はい。肺がんだって言われて、入院してる時は、心配だったのは、治療のことは主治医に、話をしたらいいと思うし、
まあ、制度のことだったら職場のワーカーさんとかに聞いたりとかすればいいんですけど、一番困ったのは小学校4年生の娘をどうやって育てたらいいんだろうなっていう子供のことがわからなくて、じゃあそれを誰かに周りの人で相談できる人もいなくって、唯一私ががんになって検索したのは、それを検索しました。子供のことについて。子供、まあ育てるっていうか。がんでとかっていうのをキーワードを入れて探していった時に出会ったのが CP だった。CP だったと。で、CP にすぐ登録してみたんですか？そうですね。肺がんって多分なってから、行き着いたのが2ヶ月、3ヶ月経ったぐらいに、で、一旦登録をしました。登録してみたらどうでしたでしょう？なんか結構いろんな人がもう投稿されていてっていう。そうですね。投稿されてるのを見て、皆さんの日記を見て、一人じゃないんだなって、同じようなことを悩んでる人もいっぱいおられるなっていう、もう一人じゃないっていう、この少し安心感っていうんですかね。そういうのは思いましたね。で、一番やっぱそのね、小学4年生の娘さんをどう育っていったらいいのかっていうことで、あれですよね、松本さんだから、女手一つでって感じですかね。はい、育てていくっていうところでの、どうしていったらいいのかっていうところで、なんか結構その、掲示板見てなんかヒントとかありましたか？その時。なんか、やっぱり、人とそういうことを悩みとか話をしたりとか、でも皆さんが書いておられる内容、日記を見ると、自分一人じゃないんだっていうことだったり、悩みを見ると、ちょっとヒントになったりとか、子供の接し方もそうなんですけど、すごくヒントになりましたね、やっぱり。一番印象残っているそのヒント的なこと、見られているね、視聴されている方、会場にいらっしゃる方がなんか、もしかしたらヒントになるようなことって何かあったりとかしますか？子供にどうやって伝えるかっていうところで、実は私そこは悩まずにすぐに子供に自分が癌であるっていうこと、癌っていう言葉を最初使わなかったんですけど、自分自身が死ぬかもしれないっていうことは小学校4年生の娘に伝えてたんですけど、それが本当に良かったんだろうかって悩んでる部分もあったんですけど、やっぱりそういうことの皆さん話題が結構日記にいろんな考え方が書いてあったので、それはすごいヒントになったし、自分自身はそれを読んで伝えてよかったなっていうふうに思いました。そっか、小学4年生の娘さんはどうでした？理解しているかしてないかとかって松本さんから見て。小学校4年生の娘に伝えたら、何も言わなかったけど、泣きもしなくって分かったって言って、でも入院する前にもう伝えたので、そうしたら、お母さん癌なんだよっていう。癌っていうことは肺の病気なんだけど、死ぬかもしれないから、お母さんが生きるために治療するから入院するんだよっていう説明をしたんですけど、そしたら、それから何日かした後に、一人でバスに乗ってお見舞いに行くって、バスに一人で乗ることなんか一度もないのに。小学4年生ですもんね。はい。そうやって、でも実際に来てくれたんです。入院してるところまで。はい。それは嬉しいですね。めっちゃ嬉しかったですよ。頑張ろうって気になりましたね。すごい。ちなみに娘さんはその入院されている時は、誰が面倒見てくださるんですか？上がもう成人してたので、15歳離れてたので、成人してたので、上の娘とか、私の両親だったりとか、周りにいっぱいいろんな人たちにサポートしてもらいました。そうなんです。ちなみに上の娘さんはもう、どう伝えたんですか？上の娘は一緒にその肺がんのステージ4って告知される場面に一緒に一緒にいたんですね。一緒についてきてもらいました。多分引っかかった段階で、お母さんがんだと思うっていうことを前提に言っといて、ちょっと一緒に聞いといてほしいって言ったのでついてきてくれました。じゃあそこはもう上の娘さんは一緒にもうがんのことを分かって一緒に分かっていってっていう。はい、そうですね。で、肺がんステージ4って言われて、その後に一緒にお昼ご飯食べたんですけど、開口一番に言われたことは、上の娘に、家のことは分かるようにしといてくださいって。唯一それだけ言われました。大事ですね。大事です。家のことね。これから治療していくから自分がやらないといけないっていうことを思ったんでしょうね。そうです。死ぬと思ったそうですから、上の娘は。そうなんですか。
分子標的薬が適用できるっていうところが分かると少し変わってはきてるんですけど、もう最初の段階の、組織検査をして、結果を待つ段階ではもう死ぬと思ってましたね、上の娘は。完全に。そう、まあね、松本さん自身もそう思われてましたもんね。そうですね。その時はね。はい。もうこんなステージ4っていう風なところもありまして。そうですね。そっか。そんな中で、CP ともこう知って、そしていろんなものをヒントを得て、娘さんとの関わりっていうことをされていくということですね。ありがとうございます。はい。そして一方ですね。はい。ツッチーさん。はい。ツッチーさんはどのようにキャンサーペアレントさん知っていったんでしょうか？僕はもともとジストの患者会掲示板で、子供にどう伝えたらいいかっていうところ、結構やりとりがあって、で、みんな悩んでるっていうところに、副理事の方から、副理事長からキャンサーペアレンツという、患者会があるから、そこは子供を持つ、がん患者さんのところだから、一回ちょっと、見たらどうっていうアドバイスから、キャンサーペアレンツを知ったっていうのが始まりですね。じゃあ、ジストの患者会さんから紹介を受けたっていう感じなんですね。そうですね。そのジストの患者会さんは何で入ろうと思っててか知ったんですか？もともと最初にジストの告知があった時に、どうしても周りにジストの患者さんっていないね。10万人あたり1人とかね、2人とかって言われるので、で、そういうところから情報を知るっていうところから、ネットで検索してジストの患者会に入ったっていう。ジスターズだね。で、それでネットで調べて、それに入ってみて、で、そこで、副理事長の方から、こういうキャンサーペアレンツっていう患者があるよっていう紹介を受けて。紹介を受けて、で、調べて。紹介を受けていっても、なんでしょう。人からの紹介だったら、ちょっとそこは大丈夫なのかな、どうなのかなっていう不安とかなかったんですか？いや、そこはなくて、ただ調べてみて、もちろん怪しかったらね、逃げればいいわっていう絵があるんですけど、全然そういうんじゃなくて、でもね、そっからね、入会するまでもう何年か経ったんですよ。実は。知ってから。あ、そうなんですか？そう。ちょっと、それはちょっと想定外でした。そうなんですか？実は。もう紹介されてすぐ入るもんだと思って。そう。でもそれまでに西口さんとは出会ってるんですよ。代表のね、西口洋平さんには。出会ってるんですよ。そう。で、実際。入らなかったんですね。そう。でも実際入ったのはコロナ禍やったかな ?2020 年ぐらい。会員番号3000番ぐらいの時に入ってるんですよ。それは入るきっかけはあったんですか？そうですね。やっぱり、何かつながりが欲しいなって。子供を持つがん患者として何かやっぱり悩み事っていうか、うちはもう子供に伝えるっていうのも、実際4年半ぐらいかかってるんで。4年半もかかったんですか？かかった。お子さん。それはどちらも同時に。その時は、上と下のお子さん何歳ぐらい？次男が高校2年生。次男が高校2年生。で、長男が専門学校行ってたから、長男は離れて暮らしてたんで、まず次男ですね。次男にどう伝えようかと。悩まれていて、旅行に行って、そう旅行先の同じジストの患者さんに同席をお願いして、一人じゃ言えないから、二人で誰かが近くに仲間がいるっていう心強い状況を作ってですね。どんなシチュエーションですか？ちょっと待って、旅行行きます。次男さんと旅行行きます。広島行ったんですけど。広島行って、広島で、同じジストの患者さんとご飯食べよう。マルチ商法とかじゃなくて大丈夫ですよ。じゃなくて、そこでも、その方もお子さんいらっしゃったんで、うちの次男と同じぐらいの高校生のお子さんいらっしゃったんで、一緒にお好み焼き食べに行って。で、ね、結局、どんなやって言おうかなと思ったら自己紹介でね、相手の方紹介する同じジストの患者さんねっていう風になるから、その時点で子供にがん患者っていうのを。ジストで、ジストでわかります？ジストっていうかお父さん病気でねっていう感じ。なんて言おうかなってね。紹介するときね。紹介するとき同じ病気の仲間でっていうこと言って、それで次男さんが知ると。そう。で、もうジストっていうのは知ってたみたいですね。僕、患者会の資料とか、
自分の部屋に置いてたのを、僕のおもちゃ取りに来てたんですよ、よく。僕のおもちゃを。僕のおもちゃ、トミカとかね。そういったやつを、なんか勝手にね、なんか、取りに来てた時に見たんでしょうね。じゃあもうすでに調べてたんですね。すでにその名前は知ってたみたいですね。じゃあそれで、お父さん、そういう病気なんじゃないかっていうのを、もうあらかじめちょっと思ってたかもしれないよね。やっぱり分子標的薬飲むじゃないですか。毎日薬飲むから、そっか。そういうところも、多分薄々ね、感じながらの、じゃ薬を飲んで、術後しばらくだったらいいんですけど、ずっとじゃないですか。もう4年半経ってもまだ飲んでるっていうことは、高校生でね、さすがにそこは何か違和感あったんでしょうね。じゃあ伝えてみて、どうでした？やっぱり知ってたって言われた時に、もっと早く言ってあげたらよかったかなとか。でも態度は変わらないんですよね。もう、そのままの。そのまんま、お父さんはパシリ。そうなんですね。パシられ。もう。そっか。で、じゃあ、広島行った時にそれ伝えて、で、そこからも関係性変わらずと。そうですね。未だに変わらないですね。一緒に遊びに行くじゃないですけど、ご飯食べに行こうってよく誘われるんですけど、俺は財布持って行けへんけどってよく言われます。いいね、関係性だと思います。ご長男さんに関してはどうしたんですか？専門学校生でしたよね。そうですね。リハビリのね、作業療法士の専門学校をちょうど行ってたんで、別に冷静に何も言うことなく、言うことなく特に、そうか、みたいな感じで。どのタイミングで告知したんですか？その時は、ちょうど、淡路島に長男住んでたんで、定期的に行ってたんですけど、その時にね、ちょっと二人になった時に行ったんですけど。次男さんより後に。淡路島に行った時に二人になって、それで自分が実相なんだっていうことで伝えたってことですね。でもね、なんか、あんまりね、次男ほど食いつきはなかったですね。意外とあっさりすぎて、今でもそこまで。そうなんていうぐらいで、そこからもう、特に深入りもせずっていう感じなんですね。そっか。だから、ツッチーさんに関しては、そういう子供に伝えるところに、特に次男さんに伝えるところにすごく悩んで、その時に、キャンサーペアレンツさんにも、入ってっていう。そうですね。結構僕も、松本さんと同じように、皆さんのね、日記見て、自分だけじゃなくて、やっぱりみんな悩んでるんやなっていうのは、で、やっぱり一人では伝えられないな。やっぱりみんな何か仲間と一緒にとか、複数でっていうかね、のが言いやすいんかなっていうのは結構皆さんも書いてたり。じゃあその仲間とね、繋がってって言ったところでの、この次のね、このセッションであるこの CP でのつながりや変化。どういうつながりがあって嬉しかったよでもいいですし、これが印象残ってるよっていうことでも大丈夫です。あとそれによって、もしくはCP に入った後に、西口さんもね、行動すれば変わるということをおっしゃっていましたので、ご自身の何か変化だったりとか、そういったところもあるのかなっていうことをお伺いをしていきたいのですが、こちら松本さん、CP でのつながり、いかがでしたでしょうか？はい。私が住んでいる鳥取県って、人口も少ないんですけど、そういう子育てをしながらがん患者に出会うっていうところがなくって、でも、CP の日記とかを見ると、その頃はコロナの前だったので、オフ会が東京であったりとか、大阪であったりとかってを見て、いいなーって思ってた時に、ちょうど、2018年12月だったと思うんですけど、大阪のオフ会があって、ちょうどお休みの時だったので、子供たちは USJ に連れて行ってあげるからと言って、子供たちは USJ に遊びに行かせて、オフ会に参加しました。そうだったんですね。で、清水さんに、お会いしました。その時2018年お会いして。オフ会参加してみていかがでした？すっごいいいなと思って、もうこの雰囲気と居心地やさと、話してもいいし、話さなくてもいいし、っていうその雰囲気と一人じゃないっていうのを改めてリアルに実感できたという。そっか、今はね、キャンサーペアレンツさん、インターネットでね、交流するっていうのはメインだと思いますけど、やっぱ全然じゃないか、雰囲気はまた、リアルとは違うってことなんですね。そうですね。やっぱり良さ。対面の良さ、感じましたね。で、そこで繋がっていっ
て、なんかこう、いろんな人とつながっていって、なんかこう、新しいこととか、そういったとこってあったんですか？実は、もちろん、そういう、会ったことで良さで、うんうん。やっぱり、身近な人とも出会いたいなっていうところがあって、うん CP だと、住所ではないけど、県名とか出てくるじゃないですか。で、実は鳥取県で登録してる人と、つながり申請をしたら、実は子供が同じ小学校だった。同じ小学校だったっていうお母さんと出会って、鳥取の中でピンポイントで。ピンポイントで。で、すごいっす。通院先も一緒だったっていうのがあって、で、そこのがんサロンで、じゃあ、一回お会いしましょうって言って、オフ会の、で出会ったんですけど、そういう場面でも病院の、サロンでも出会ったって。すごいですね。はい。そのつながりは。そうですね。だから CP に登録してなかったら、お互いなんですけど、登録してなかったら、絶対出会えてないし、知り合えてなかったっていうのが一つ。すごい。やっぱそういうね、地元でつながれるっていいですよね。そうですね。やっぱりね、なかなかやっぱ地元で周りがいないっていうのもあったりとかすると思いますけれども。じゃあその方ともつながって、地元でつながっていってと。はい。いうことなんですね。そっかそっか。いやー、ほんとつながりがね、生きる力になっている。その通りです。ね、いうことですよね。はい。このね、奇跡的な出会いということで、今も、そのつながりは続いてる。はい。つながりは続いてます。それで、オフ会に参加したときに、なぜか、山陰ではそういうつながる場所というか、居場所というかがなかったんで、ここは看護師目線なんですけど、そういうのが山陰でもあるといいなって、そういう場所があるといいなって思ってたんですけど、まさしくオフ会に行ったらよくって、なぜかその時に私は山陰でもそういうオフ会を立ち上げますって言って宣言したらしいです。記憶が曖昧になってますね。曖昧。でも、言ったんですね。言ったのを後で京都新聞さんにその時取材を受けたんですけど、そのオフ会の時に、実は受けたその記憶はあったんです。で、忘れかけてたんですけど、で、作りたいなってすごい思ってたんですけど、やっぱり仕事しながら子育てしてるから、なかなかそこに実行することはできてなかったんですけど、あと、だいぶ食べてから、京都新聞さんの記事を見て、山陰の女性が、立ち上げるって宣言したっていうコメントを見て、やっぱり私、これをやらなきゃって思いました。そっか。もうそういうね、新聞記事も見てやらないとっていうことで、それ立ち上げたんですか？そうですね。がんセンターの心理師さんと、相談をしながら、そしてその CP って近所というか同じ市内で出会った人とそういうのがあると、やっぱり米子でもオフ会がしたいよねっていう気持ちがすごくお互いにあって、作りたいよねっていうところで、はい。そういうサロンを立ち上げさせていただきました。おー、すごい、素晴らしいですね。もうそう立ち上げて、どれぐらい経つんですか？2020年に立ち上げたんですけど。コロナ禍に立ち上げたんですか？コロナになる直前に立ち上げて、実は一回したらコロナになって集まれなくなったっていう。そうですよね。はい。で、病院なので、立ち上げたけどダメになったというか、なかなか入れなくなったっていうところで、でもやっぱりそういうのは続けたいよねっていう思いがあって、で、今度は自分の職場に相談というか、場所を借りたいという申し出もして、うちの理事長が、法人の理事長も OK していただいて、子育てと働く世代のがん患者とその家族が集う、朝顔っていう別のものをもう一つ立ち上げ。そうなんですね。自分の職場で。はい。サポートしてもらって、はい、立ち上げました。それはじゃあコロナ禍の後も続いている？はい。今も一応、すごい。続いてます。
しかもそのなんか通信誌も出されてるんですよね。そうですね。一応通信誌頑張って、もちろん私だけじゃなくって、いろんながん仲間、サバイバーの仲間に助けてもらって、交代で記事も書いてもらったりしてますし、CP の登録してるメンバーの皆さんにもお手伝いしていただいてます。おー、それってあれですか？なんかインターネットとかで見えたりするんですか？そういった。そうですね。見えたり、今日も、一応皆さんに1枚ずつ朝顔通信を。お、そうなんですね。はい朝顔通信皆さんじゃあ、はい。ちゃんと、はいすごい、そういったものを作られて、はい頻度はどれぐらい？毎月？毎月作ってたんですけど、ちょっと諸事情で、ちょっと今月から2ヶ月に1回に。いやいや、今日それでもすごいですね。頻度、うわ、すごい。2ヶ月に1回は、こう、はい出されている朝顔通信、ぜひぜひね、また見てもらえたらな、ということを思います。はい。そんなね、こう、精力的に行動してね、変わっていらっしゃる、そんな松本さんですが、また、土橋さんに関しては、どんなことを、つながって、どんな活動とか、こう、変化ありましたでしょうか？僕が、CP 入会したのはコロナ禍やったっていうんで、はいオンラインでの交流基本がね、主流になった時に、うんご当地自慢っていうのが会員さんの中で何人かで、へーだから例えば、うちだったら桃が名産とか、で、綺麗な公園あるよとか、その写真とかで、そういった紹介を各都道府県、全国に会員さんがいらっしゃるんで。ごめんなさい、本当どうでもいいですよ。和歌山ってみかんじゃないんですか？あえても。みかんもあるんですけど、僕が住んで紀の川市は荒川の桃っていう、ブランドの桃があるんで、で、うんいちごとかも無人販売で普通に100円で当時は売ってたり。はい。そんな紹介しながら全国の皆さんのそのご当地自慢っていうのがあってそこでやっぱりいろんな方つながりが始まって、で、その中で茨城の人とつながってたんですけど、で、なんか僕もちょっといろいろ出かける、趣味旅行とか書いてるんですけど、はいたまたま東京にいる時に、ポッと SNS 見てたら、なんかね、新宿あたりでご飯食べて寝転んでる CP の会員がおるなと思って、すぐに連絡したんですよ。そしたら、いや、全然大丈夫よっていう話の場から、なんか、秒で、なんか、上の9時半集合になって、そこから2人でご飯食べるっていうのは、つながりが。じゃ関東の CP の会員さんとご飯食べに行ったりとかっていうのをしたりだとかってことですね。そうですね。だからそこでつながってなかったら、そういう突発的なことって始まらないじゃないですか。で、なぜか、秒で決まるんですよ。で、今ここにいるって言ったら、今ここになったら、時間あるからとか、僕たまたま、東北一周してる時にも、宇都宮餃子食べた後に、なんかたまたまね、お誕生日やったんで電話かけたら、明日どうすんの？いや、明日は仙台から水戸に水戸経由っていうかね、そっちで帰るんだけど、じゃあ水戸で降りろやっていう。強制下車させられるって。で、ご飯を食べるとか。で、なぜかね、水戸黄門が有名なんでって、ね、和歌山なんで紀州藩でしょとか、紀州御三、徳川御三家なんで、ちょっと水戸黄門のね、とこ行って写真でも撮ってから帰れや、みたいな。じゃあそういう本当に、気の合う仲間というか。そうですね。なんかね、CP で日記とかで投稿したり、それにどっか行くよってなったら結構声かけてくれますよね。そういう仲間ができたってことなんですね。そうですね。美味しいもん、ご当地の食べ物とか教えてって、つながりのある方に連絡したら、その地元の人たちがわからないような情報を教えてもらったり。そういう意味では、すごくありがたい存在ですね。そうですね。そういったCP がなかったら、出会えなかった人に出会えて。そんな中で、もうツッチーさんがなんか、いろいろね、それこそ、ツッチーさんも、患者市民パネルとかされてますよね。国立がん研究センターのね。なんかそういったものをされたりとか、いろんな活動をされていらっしゃると思うんですけれども、なんかCP をきっかけでこんな行動したよ、活動したよとかっていうのはあったりとかしますか？僕は松本光さんみたいにあんな大きなことはできないんですけど、会社の中でですね、やっぱり同じ世代でもね、がん罹患する人っていうのはやっぱりいてたりするし、後からそういうふうに告知された方もいるんですけど、僕は社内誌で自分の病気のこととか公表してるんで、
で、そこから声かけてもらうことが多くなって、で、相談される。で、やっぱり廊下とかでばったりやっても、ほんの数分、最近体調どうなんとかいう声かけをするうちに、なんかお互いがね、お互いをなんか思いやるじゃないですけど、まあなんか仲間おるね、みたいな。ちょっと心強いなって思える場作りっていうかな。会社の中で。社内でね、もう僕は手の届く距離って言ってるんですけど、もう無理に大きなことできないんで、できる範囲でっていうので、そういうことをやるようになりました。いいですね。まあね、全員が全員そんな大きなこととかじゃなくてもね、自分ができる範囲でやるっていうの大事ですよね。それによってなんか、ツッチーさん自身も変わりましたか？そうですね。僕は常にだから正しい情報を絶対仕入れとかなダメかなっていうか、僕も勉強しなきゃっていうのがあって、よくネットとかで正しくない情報溢れてるじゃないですか。まあ、国立がん研究センターね、患者支援パネルやったっていうところも、やっぱりそういうところで正しい情報を誰に聞かれても、正しく、答えれるような、間違った変なね、ところには行かないような、アドバイスじゃないんですけど、こういうとこっていうのを紹介できるようなことは、用意しなきゃ。ツーチーさん、じゃあ、その勉強するとか、そういったところは、なんかこう、工夫されていることあるんですか？いや、僕は、去年かな。はい。サポーティブケア学会へ。学会などに行かれるんですね。も行ったし、で、がん患者学会とかも、まあ、行ける範囲で、そこでもね、いろんな形のつながりもあるし。じゃあしっかりそういった勉強もされて、周りの人にもちょっと還元してということを行われてるんですね。はい。そんなね、二人キャンサーペアレンツとつながっていろんなことね、変わっていっている。そんなお二人なんですけれども、もうね、ほんとあっという間のお時間にもなってまいりましたが、ここからね、お二人の最後ね、メッセージっていったところをいただくのですが、ちょっとその前に、ガンノートの紹介、インフォメーションをちょっとだけさせてください。ガンノートですね、患者さんのインタビューを YouTube などで発信しております。まあ、家族や友人、学会、仕事、お金や恋愛、結婚、育児などですね、そういった患者さんの生活にフォーカスしてお届けをしている。そんなガンノートですね。今までの経験者さんのインタビューなどが、こういった書籍にもまとまっておりますので、ぜひね、お手に取ってみてもらえたら嬉しいなということを思いますし、見るっていうのがちょっと難しい方には聞くっていうこともできますので、こちらもご活用いただければと思います。また、今日ですね、会場に来てくださっている方は、おそらく、はい、チャンネル登録してくださっている方が多いと思いますけれども、もしまだの方はですね、帰りのエレベーターの中でも構いませんので、チャンネル登録をですね、ポチッと、はい、電波つながりにくいかもしれませんが、はい、ちょっとしていただけたりだとか、あと、高評価やコメントなどお待ちしております。まあ、見てくださっている方もね、ぜひ、高評価、コメント、チャンネル登録お待ちしております。また、出てみたいよっていう方はですね、ホームページから応募フォームなどございますので、こちらですね、入力していただきましたら、事務局からご連絡させていただきます。ぜひぜひこちらもお待ちしておりますと。そういった中でですね、はい、メッセージっていうことになるんですけれども、今回のメッセージはですね、やっぱりキャンサーペアレンツさんと関わられての、そのキャンサーペアレンツさんの、会員の方に向けてだったりだとか、もしくは視聴者の皆さんだったりだとか、まあ、思い思いのちょっとメッセージをですね、まあ、ちょっと考えてきてくださっているので、ちょっと、こちらですね、ぜひぜひ、ちゃんと書いてくださってますよ。ちゃんと、はい、松本さんは。土橋さんに関しては、何も書いてないので、そうなんツッチーさんに関しては多分アドリブだと思います。はい。なので、ちょっとね、どんなこと言うのかっていうのをね、すごく、楽しみにしておりますけれども、はい、こちら、まず、じゃあ、松本さんね、ちょっとメッセージということでいただければと思いますが、お願いします。キャンサーペアレンツと出会って、やっぱり私はつながりは生きるっていうのはすごく実感をさせていただいたし、私自身がそれを今、子供にも伝えていることだし、やっぱり悩みがあったりとか、がんだけじゃなくっても、いろんなことで失敗だったり不安だったりっていうところは、やっぱり一人では抱えきれないので、人と人のつながりっていうのはとってもどんな場面でも大事だなって思っています。なので、
つながるっていうところが大事だと思っているので、今私の中での役割って本当に薬があってこうやって元気に過ごさせてもらっているので、私の役割ってつなげるっていうところが私が今一番大切にしているところなので、皆さんぜひ人とのつながりを大切にしていただきたいなというふうに思っています。はい。つながる、つなげるっていったところでね。ちなみに、じゃあ、松本さんにつながりたいなと思った方は、キャンサーペアレントさんの中で、キャンサーペアレントさんの中ってニックネーム制じゃないですか。はい。なので、何で検索したらつながれるんですかね。はい。私のニックネームはテノリインドゾーです。そっか、もっと初めに聞いとけばよかったですね。そっか、それはちょっと僕の理解不足ですわ。テノリインドゾー。はいちなみになぜテノリインドゾーなんですかね。ちょっと、そこだけちょっとめっちゃ気になるんで、これで終われない。ごめんなさい。メッセージの後ですけど、ごめんなさい。いえ、いいです。私は、ちょっと、パートナーがいるんですけど、パートナーが私のことを太ってるとか、お尻が大きいとかっていうところで、象みたいだってずっと言うことで、子供たちもお母さんは象だっていうふうに言うんです。で、私はそんなに太ってないし、大きくないっていうところで、小さいってノリくらいよっていうところからつけました。周りから象みたい言われるけど、自分はそんな象じゃないぞと、手乗りぐらいの可愛い象だぞという思いを持ってっていうことですね。はい。みんな知らんかったって。よかったですね。今回ね、知れたということもありまして。はい。ね、そんな手乗りインド象の、はい。松本さんからの、もうそっちの印象が強すぎて、ちょっとね、メッセージがちょっと薄くなってしまった。本当ね。ごめんなさい、本当。いえ、大丈夫です。はい。ぜひ繋がっていっていただければということを思います。はい。そして、はい、つっちーさん、ぜひメッセージ、つっちーさんの、ニックネームは何やってるんですか？つっちーのままでした。そうなんですね。そこはそのままなんですね。本名よりもそっちの方がもうね、通ってるんで、ね。つっちーでね。っていうことですけど、はい、つっちーさんお願いします。ね、なんかこのね、盛り上がった中で僕みたいな、何も考えてないから何を言うんやろうって。いやでも本当になんですかね、僕はそれこそ10万人あたり1人って言われた希少がんだったんで、それこそ周りにね、同じ病気の人もいないし、まして地方なんで、自分からがん患者ですみたいな感じの人って全くいないところにやっぱり孤独っていうところがあって、やっぱり孤独からね、やっぱり抜け出すっていうのはやっぱり誰かの力が必要で、そこがやっぱり会社のね、同僚であったり上司だったりするんですけど、みんながみんなじゃなくてね、やっぱり一人とか二人とか、でもやっぱりそういう人たちの助けがあるっていうところからですね、自分が立ち上がれたっていうか、やっぱりそういったところの、人との関わり、そこがやっぱり今まででも大事にしてきたことが、そういう時にでも生きてきたからかな。で、やっぱり助けてくれる人が多くなって、で、キャンサーペアレントも出会って、いろんな人出会って、で、いろんな人と関われたっていうのが今自分があるっていうかな。もうみゆきさんと同じなんですけど、やっぱりつながりっていうのは、やっぱり自分にすごく力を与えてくれて、それがやっぱり生きる力になってるかなっていうのは、僕も同じような感じですけども、そういうことですね。そういうことですね。はい。もうね、準備のね、セッティングの方がもうそろそろ終われよっていう風なね、感じでね、出てきてますけれども。チラッてね。けどね、やっぱ西口さんのつながりは生きる力になるっていう、そういった言葉がこうやって息づいてね、はい、今日もそうですし、いろんな方にね、つながっていっているんじゃないかということかなということを思います。はい。本当ね、様々な今回10周年の感謝の続きではございましたけれども、またオンラインであったりだとかね、いろんな、こういったオフ会的な、リアルな場であったりだとか、そういうところでもまたお会いできたら嬉しいなということを思います。はい。それではですね、これにてがんノート×キャンサーペアレンツ、はい、感謝の集いという形で終わっていきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバーイ。ありがとうございました。